はい、ザ・ XQQ& クローショー、今回も、前回に引き続きフリーダさんと青汁さんに、お越しいただいてですね、今回はバロラントについていろいろというか、先日の VCJ とか、今後の、オフラインプレイオフと、いろいろと、イベントもありますけども、そちらの方についていろいろ深掘りしていきたいなと思っております。はい、ということでですね、非常に長丁場だったと思いますけども、VCJ とかもかなりの試合数、見ていったと思うんですけども、どうでしたか？感想というか、初めてのバロラントっていうのもあったと思うんですけども、終えてみてどんな感じですか？感想としては。僕はまず反響がすごかったですね。すごかったね。やっぱりいろんな方から、特にそのキャスター決まった段階からも多かったんですけど、あとは出演してる様子を見てご連絡いただいたりとか、疎遠まではいかないですけど、そんなに最近は連絡取ってなかった方とかもおめでとうとか連絡いただいたりとかして、でかつ2日間で YouTube だけで PV 数が200万ぐらい回ってたんですよね。再生数が。だからやっぱちょっと本当に社会のそんな認知度というかがちょっと違うステージに自分は来れたんだなっていうのがまず率直にすごい感想として持ってます。なるほど。これは青汁さんも。大体そうですね。やっぱいろんなフィードバックをもらえたし、いろんな反響とかもいただけて、僕やっぱ一番驚いたのが、これまで6年間とか何年間キャスターやってて、そういったものをもらってなかったんですけど、初日終わった後ぐらいにファンアートをいただいて、そういう経験があんまりなかったんですよ。っていうのをもう初日終わった後ぐらいにもらえて、すげえ界隈だなって思いましたね。タイトルに根付いてるファンもいれば、ちゃんとキャスター陣っていうのをしっかり見てくれてる人も多いんだなっていうので。やっぱすごいコミュニティとして素晴らしいね、コミュニティに参画させてもらいましたよね。はい。あったけーって思いました。なるほど。やっぱり本当にもうすごい人気を感じるというか、盛り上がってるなっていうところを感じるような、勢いよね。まずそこに驚きましたね。すごい。いろいろと試合を見ていく中で、お二人の中で予選の個人的にこの選手 MVP だろうみたいな選手っていますか？無難なところになっちゃうんですけど、やっぱりクレイジーラクーンのネス選手、やっぱり彼もいろいろそのインタビューとかで聞いた感じ、IGL とかをやるようになっていろいろ自分の中で課題が見つかったとか、あとは今日ここがダメだったみたいなすごいストイックな発言をしてるんですけど、ただやっぱ試合のパフォーマンスの方では、彼が何回もクラッチプレーを見せたりとか、あと声聞こえないですけど、ワイプだけ見てても、どう考えてもやっぱ彼がみんなを盛り上げてるみたいなシーンがあったりして、やっぱね日本のバロラントの競技シーンの、今成績的にもトップに君臨してるっていうところで、やっぱ彼がいてこそ成立するチームなんだなっていうので、やっぱ個人的 MVP ですね、ネッサン。確かにもうすごいクラッチ、特にクレストゲーミング戦、アイスボックス 1V5 もありましたし、フリーダさんの実況のね、そうですね、初日すごかったですね。すごかったですね、本当に。フリーダさんは？僕はですね、基本的には皆さん海外選手、スカーズとかあと戦後ゲーミングとかの、スミス、ビッシー、ジェムキン・クリスタル、皆さんにすごいなと思ってる部分があって、中でも誰かって言ったら僕はジェムキンなんですけど、やっぱりまず日本の地に、今回は来たじゃないですか。で来て、でそのまま大会に参加したっていうその環境の変化に対して、全くもってパフォーマンスの衰えみたいなところが感じられなくて、よくやっぱり海外大会に行った日本人から聞く大変苦労したっていうワードは、生活リズム、まず体内時計がずれたりとか、あとは食生活であったりとか、言語の部分ですごいストレスを感じるっていうところで、単純なプレイ面だけじゃないところでいろんなところに負荷がかかってるはずなのに、ジェムキン、それはもちろんチームのねバックアップもあってだとは思うんですけど、やっぱりジェムキン選手の俺が倒しゃいいんだろうみたいな、自分の役割を全くもってブレないでプレースタイルに昇華していた、あのアグレッシブさ、オンラインで参加してる時の日本にいなかった時のジェムキンよりもさらにアグレッシブさが増してるように見えた試合だったんで、ここまで自分でやらなきゃいけないことをアウェイでやれる人ってすごいなっていうのが僕の中では、スタッツももちろん素晴らしいんですけどね、そこに対してすごいなと思ってます。
なるほど。ジムキンね。毎朝牛丼食べてるって言ってましたね。それクリスタル。それクリスタル。カツカレー。カツカレーが好き。カツカレーがジムキン。そう。カツカレーがジムキン。なんか毎日食べれるようなものがあってよかった。日本本当によかったよかった。やっぱり本当に今回いろんな選手も出てきて、新たなチームとか、そのチーム構成になったチームもいっぱい出てきてね、本当に楽しい VCJ にはなったのかなと思うんですけども、やはり選手ももちろんですが、お二人から見て予選でのキャスター陣の中でのキャスター MVP っていうのもちょっとキャスター陣、キャスターの中で、はい、ちょっとお伺いしていきたいんですけども。キャスターの中での MVP ね。そうか。それで言うと僕はやっぱ今回レトロフさんかなって僕は思ってて、我々ね新人3名同期として追加され参入した3人の中で先陣を切ったのがレトロフさんだったんですよ。でレトロフさんってもともとそのファブのアナリストとして活動された方で今回解説として抜擢されたっていう感じだったんですけど、やっぱりねそのアナリスト的な側面っていうのがすごい見えるんですよ、発言の中に。そのデータでこういうことがありましたみたいなのとかもおっしゃってくれるし、あとその控室の方でもなんかヒートマップ、ラウンドのヒートマップみたいなのを準備してロジカルに説明してくれる人で、聞いてても分かりやすいし、それでいてやっぱこの新人キャスターの中で一番最初に出てったんですよね。新しく入ってきた3人のそのいい口火になってくれたっていうところで、やっぱすごいいい流れを作ってくれたなっていう意味合いで、僕はレトロスさんかなって思ってますね。確かにキャラクターとしてじゃないですけど、この人の解説だとこういう感じのが聞けるみたいな、例えばデータに強いアナリスト、もともとアナリスト出身でキャラクターとして確立させてるっていうのがいきなりすごいなというのはやっぱありますよね。これまでとは明らかに毛色が違うタイプの解説だったんで、そこでやっぱ個性出せてるってすごいなって思いますよね。なんか複数人キャスターがいる意味があるというか、いうのもすごく感じるような解説だったのかなという感じは印象ありますね。じゃあフリーダさん的にはどなたかいらっしゃいますか？僕ですね。なるほどなるほど。これ理由はあります。理由があります。もうこれはキャスターとしての働きっていうよりはもう頑張ったでしょうってことで、これもう初日、朝9時にスタジオ入ったんですよ。で、オープニングの時にその新キャスターの人をご紹介みたいなパートがあるんで、それ3人こう入ってきて、よろしくお願いしますみたいな感じで、それが11時だった午前。で、11時で挨拶して、それ以降僕は4試合目担当なんで、ずっと待機。4試合目ってね、バロラントの4試合目ってね、遠いもんね。もう9時に入って、ヘッドセットもつけてないんだよ、12時間以上。で、第4試合始まったの、夜の11時。いや、そうなんですよね。で僕も見ててびっくりしましたよ。だってオープニング出てたのに、なんかあれみたいな、こんな時間に今日一発目なんだみたいな。あれはね、いやでも運営の方々も本当に、すいませんって言われました。本当想定外というか、やっぱ初日はね、つきものなんで、あとはなんかいろいろこう、どういう尺感でこうパートっていうか、チームの紹介 V もあったりとか、インタビューどれぐらい尺取るかみたいなところも結構やってったら、初日だからやっぱね、いろいろ話聞きたいっていうところがあって、結構時間が押して、で、僕終わったの2時、夜中の。そうですよね。で、結構やっぱ僕も人間なんで、さすがに緊張したんですよね。初日。緊張と不安が結構すごくて、1時間ぐらいしか寝てなかったんですよ。その日。前日寝てない寝てない全然寝なくて。で、その状態でそんだけ待機して2時に終わって、もうフラフラになりながらタクシーで帰って、翌日8時にスタジオです。で、夕方ぐらいまでやって、なんとかやりきって、パブリックビューイング見に行って、帰りました。そう、その後パブリックビューイング行ったんだよね、行った。ちゃんと見れたんですか？いや、一応でも楽しく見たよ。ちゃんと、ゆうさんと一緒に行ったんだけど、あとメイクさんと一緒に行ったんですけど、3人で行ったんですけど。でも本当初日からこれぐらいのこうパンチ効いたやつできたんで、しばらく、これを超えることはないだろうなと思ってるんで。なかなかないっすね。いや、すごい。待機って結構辛い。いや、しんどかった。しかも人減ってくんだもん。そうだね。2試合目まではとりあえずみんないたけど、レトロフさんも2試合目終わったらって帰ったし、で、おじゅうさんも当然3試合目担当で3試合目終わって帰ったから、どんどん見る人減ってくの、試合一緒に。最終的にゆきしろさんと自分だけで2人で
ポツンと見てて。ゆきしろさんも大変でしたよ、多分でも朝、1試合目やった後に、4試合目まで待機だから。そうね。確かにそうだね、確かに。ゆきしろさんも慣れてそうな。いや、さすがに結構しんどいとは言ってましたね。夏の結構きついな、みたいな感じで言ってましたね。待機はやっぱ辛いし、辛いっすね。いつになるかわからないっていうのがよりね、辛いところはありますけど。バロラントは、今まで僕も無限オーバータイムなんてあんまやったことないんで、テンションもちょっと大変でしたね。最終盤のテンションがずっと続く。そう。いつ終わるか分かんないもんね。そう。これは結構バロ独特かも。確かに。あそこまで続くことなかなかない。そうなんですよ。30何ラウンドは結構やったらどうなんだろうなみたいな。やばいっすね。初日すごかったもんね、オーバータイムね。そう。そのせいだもんね、やっぱり後ろに伸びたのは。いやだから僕なんか試合がもう明日にずれ込むんじゃねえかみたいな。一応僕も希望を込めて、これもしかしてリスケですかって言ったらやりますって言って。みたいな。そうか。って言って。なるほど。いやそれは MVP の可能性。いやもう MVP ですよ。いやでもさすがにもう本当頭ここは回ってなかったですね。もうインタビューとかボロボロですごい悔しい思いになりましたね、僕の中では。選手たちのね、選手の皆さんに申し訳ないなっていう。見てましたけど、でももう本当に疲れてるだろうなとはもう確実に思ってました。ということで、VCG も無事オフラインか、プレーオフありますけども大阪で行われるということで、本当にお客さんも来て。っていう感じの舞台になると思うんですけども、舞台大阪というところで一応聞いてくださいと書いてあるんで、大阪行ったことありますかって書いてあるんですけど、なんか大阪なんかありますか？大阪はありますね。行ったことはやっぱありますね。それこそ仕事で行ったりとか、あと一応そのカードゲームの選手やってた時に大阪会場で大会があってみたいなので行ったりもして、その大阪会場で実況をした時に初めてキャスターのマネージャーみたいな方がついたんですよ。その時におじさんですね、控室にどうぞって言ってくださった当時のマネージャーが大田さんだったんですよ。昔の大田さん。だから結構なんか僕からすると結構なんかすごい不思議なつながりなんですよね、大田さんとかって。ちょっと大阪というと僕は大田さんのイメージが。変なところで。大田さんもともとね、そのキャスターだけじゃなくてイベント系のねお仕事もされて、僕もだからずっと仕事いただいてて。その現場マネージャーじゃないですけど、なんか仕事とか振っていただいて、なんかその上司じゃないですけどみたいな感じのイメージもすごいあるんですけど、そういうところはもうつながりがあったんですね。そうですね。だからちょっと奇妙ですよね。奇妙なつながりが。古田さん別に大阪も結構行ってらっしゃいますか？僕アッシュウィンダーに今所属してるんですけど、アッシュウィンダーが大阪なんで。そうなんですね。大阪にオフィス構えてるんで。なんで大阪は全然行ってますね。なるほど。事務所に行くときはもう。そうですね。なるほどですね。頻繁に行くんですか？事務所に。行ってます。あと僕彼女が大阪にいまして、遠距離なんですけど。なるほど。じゃあもう大阪めっちゃ行ってるじゃないですか。慣れてるじゃないですか。じゃあもう皆さんキャスター陣の皆さん古田さんに大阪のことだったら何でも飯屋はもううまいところいっぱい分かりましたね。たこ焼きがどこうまいのっていうとみんな帰ってくる答えが違うからさここはもうやめといた方がいい、ここはもう大阪の人からしたらもうみんな行ってるところだからみたいな言われて、結局僕の中での最適解が出てないんですよね。競争力がすごい大阪内のたこ焼きの本番も楽しみなんですけど、オフラインってことでお客さんも来て現地に選手も来てっていう感じになるんですけど、今までオフライン大会とかっていうのキャスター経験とか、古田さんもちろんあると思うんですけど、青木さんとかありますね。いろいろ秋葉原の UDX とかああいったところとかでやった経験ありますね。なるほど。なんかオフライン大会でのエピソードみたいなとこなんかありますか？オフライン大会でこんなことあったなみたいなエピソード。ちょっと、それこそ UDX の話になるんですけど、僕が初めて実況したのが、22歳の時で、秋葉原の UDX っていう会場で一応解説というポジションでやらせてもらったんですけど、その時キャスター席が舞台の裏にあって、あくまで表舞台は選手同士が戦うみたいな形で配置されていて、だからキャスターやってる時はお客さんがどれぐらい入ってるのか全然分かんなかったんですよ。で、いざそれで大会が終わった後にじゃあ締めの文言閉会式に入るんでキャスターの方前へどうぞって言われたタイミングでめちゃめちゃお客さん入ってて、ちょっとそこのタイミングで僕プレッシャーにすごい寄与されてしまって、最後に締めの一言キャスター陣にいただきますみたいな感じで言われた時に周りの人はもう
経験があったんで全然大丈夫だったんですけど、初めての舞台で UDX で22歳の男がマイク持たされて喋ることが何もなくってもうめちゃくちゃ詰まっちゃったんですよね。飛んだみたいな感じ。そう、飛んだもそうですし、やべえ、とりあえず喋んなきゃと思っていろいろ喋った結果終わり方が分かんなくってもうどうしようみたいな感じでもう無限に喋り続けてもう無理やり締めるみたいなことやってたらコメント欄に「お前はもう二度とこういう舞台に立つな」って言われてそこまで言わんでもね。俺なんか全然ありますよそんなの。何の話してましたっけとか普通に言っちゃいますよもはや。そうだからちょっとオフラインっていうと僕そのトラウマが最初に出てきちゃうんですよね。まあでもやっぱお客さんいるとテンション上がる一方で緊張する部分もあるっちゃある、昔はね。確かに目の前にいるっていうのがね普段ないからね。ないんすよ。オンライン収録っていうかあれなんで。フリーダさんはいっぱいありそうですけど。そうですね。でもオフラインはやっぱ何といってもお客さんの皆さんとやっぱり直接顔を見せるというか、お会いできてこういう仕事だからこそいろんな人から頑張ってくださいとか、普通の仕事でなかなかないと思うんですよ。お客さんだったりとか、自分の仕事相手の人から頑張ってくださいとかね、褒めてもらえたりとかってことないと思うんで、そういうオフラインは僕はだから新人の時は一応できる範囲でですけど写真撮ってくださいとかっていうところも全部対応していて。試合がだいたい2時間ぐらいあるんですけど、で1試合やって1試合休憩1試合みたいな時に、1試合休憩の時に写真対応してもう1時間半ぐらいずっと写真撮ってたりとかもうやったりしましたね。なるほど。すごい。でもやっぱり思い出になるんでみんなの、撮りたいと思ってる人にはなるべく撮ってほしいなと撮って帰ってほしいなと思ってるんで、その辺はこうやってましたね。現地に来てくれる人はすごすごい大事というか、でまた来てもらうこともすごく大事ですもんね。ただバロの規模だとちょっとどうしようかなと思ってて、で僕がやっちゃうとみんなもやんなきゃいけなくなったりとかする可能性もあるから、そのあたりはちょっと僕も今回独断で自分だけやるってことはしないようにしようかなと思ってるんですけど、なるべく思いとしてはやっぱりね来てもらった人たちに対しては次も来てほしいんでっていうのはオフラインならではの気遣いかもしれないですね。本当に規模感もねかなり大きなものになると予想されますので、本番楽しみになってくるというところなんですけども、実際にプレーオフ、オフライン大会、出演されると思うんですが、そこでちょっとやってみたいこととかこういう試みをしてみたいみたいなのありますか？でもそれで言うとちょっと僕はこの界隈にやっぱ経験浅いので、まず友達を作りたいなっていうふうに思ってて友達そうなんですよ。それこそ古田さんとかパブリックビューイングとか行かれたじゃないですか。僕基本出演が後半だったんで、自分の出演が終わってからそのパブリックビューイングに行くとかができなかったんですよ。だから多分僕バロラント今回大阪インテックス大阪で会場なんですけど、多分ずっとぼっちなんですよだからちょっと僕オフラインの一つの目標として友達作りたいなっていうふうに思ってて、それこそ選手の方とかもほとんど絡んだことないっていう感じなんですよね。本番前でも気さくな選手もいますからね。そうなんですよね。結構逆にピリしてる人もいるけど、なんか気さくな人もいるんで、そういう人となんかちょっと話してみるっていうのもすごいいいかもしれないですね。この動画をね見た方で僕と友達になってもいいよという方は会場でお話ししていただけると嬉しいです。この動画をなんか友達募集に使うっていうスキーク&クローショーで友達募集してる人初めて見たかもしれないですね。じゃあフリーダさんなんかありますか？僕ちょっとね今パーって思いついたものはあんまなくて、やっぱなんか今はまだ第1回でも言ったんです、前回でも言ったんですけど、自分の中では余力がまだないっていうか、やっぱりまず言い間違いだったりとか、またそもそもコミュニティに対しての、リーチって言い方はちょっと不適切かもしれないですけど、自分自身のやっぱり認知が全然浸透してない段階だと自分の中では感じているので、その段階でなんか色つけたりとかなんかやってもちょっと総称かなと思っているので、割と僕はもうなんか
淡々とまずはやっていくしかないかなっていうフェーズかもしれないですね。普段通りというか、そうですね。なんかこうオフラインだからって突拍子もない感じでいくとちょっと崩れちゃう可能性もある。でも強いて言えば、もちろん許可とか全然確認してないんでまだ分かんないですけど、Vlog みたいなのは上げたりしたいなっていうふうには思いますね。せっかくその会場の中の。そう。それもまたやっぱ来てくれたりするきっかけになるんで、そういう個人でできる活動はやってみたいなっていうふうに思います。なるほど。オフラインも本当に本当楽しみになってくるというか。試合自体もねものすごい熱い試合になってくるんじゃないかなというところで非常に楽しみなんですけども、直近ではそのオフライン大会ありますけども、今後シーズンはどんどん続いていくと、今後バロラントのシーンまだまだ続いていきますけども、とりあえず今年の目標というか今年こうしたいみたいなのって、キャスターとしてでもいいですし、個人としてでもいいですし、何かありますか？なんかいろいろと実況を好評いただいてたりとかするところはあるんですけれども、なんかさっきも言った通り、これは一つの冗談として、岸さんに実況が似てるとか、なんかそういうスタイルが似てるみたいなことを言われていて、なんかいわゆるなんか剣道とか茶道とかでいうところの手張りっていうのがあるんですけど、まずはこれまでの伝統みたいなものを守る、週の段階だと今自分は思っているんで、今年のどっかのタイミングで、岸さんっぽい実況みたいなところをどっかで卒業して自分なりの実況スタイルみたいのをどっかで確立したいなっていうふうには思っていて、一応その自分の中ではある程度今でも味出してる方だと思うんですけれども、青汁実況ならではのこれみたいなものを画策していきたいなっていうふうに目標を立てていますね。なるほど。歯ぐらいまではいこうかなと。一旦型を固めた上でさらに自分らしさを出していくっていう。そうですね。っていうのが今年のじゃあ目標ということで。今年はそうですね。岸大河っぽいっていう部分を卒業する。声の部分でもあるから。むずいよね。むずいんですよね。でも多分ゲーム画面にキャスターの映像載ってないから、っていうのがねやっぱね強くありますよねそこは。確かに。青汁さんらしさっていうものをね、引き詰めて今年は頑張っていただきたいなと思います。そうですね。頑張ります。フリーダさんはありますか？そうですね。僕はまず、でも似てますね。型を作るっていうところが、やっぱさっきの言い間違いを防ぐだったりとかっていうところは僕の中で固めてる段階なので、一刻も早くそれをまず、作り上げて、で、自分自身のアイデンティティみたいなところを、コミュニティの方々に受け入れられるものをうまく模索していく。目標としては、今、公式キャスターとして、バロラントの国内大会を中心に実況させていただいてますけれども、いろんな大会の実況を、やってみたいなというふうには思ってます。やっぱり一回でも多くやっていかないと、もう現状の今成長の速度っていうのは上げられないので、なので、いろんなそのコミュニティ大会ですね、っていう非公式のものでもやっていければなっていうふうには今思ってます。もう場数を。そうですね。この1年はまずは場数したいなっていう思いは、ありますね。お二人も今年の目標を聞いてきましたけども、本当にお二人のこのご活躍というか、また年末ぐらいにはまたちょっと変わった感じになってるかもしれないですかね。なんていうかな、スタイルというか、余力も出てきて、フリーダさんあった場合、余力が出てきて、遊び心が出てるかもしれないよ。かもしれないし、青汁さんはもう全然、もう言われなくなってるかも、ジェネリック騎士って。そうですよ。そうですね。誰が言い始めたんです、ジェネリック騎士。いやでも、ジェネリック騎士もそうですけど、疑似大河っていう言葉をなんか言われ始めたのは、それはもう天才だなって思いましたね、僕は。一番僕おもろいの、危機大河やってほしいっていうのがあって、危機大河、その危機酒とかあるじゃないですか。危機大河。そう。青汁がやってるか。これ青汁がやってるか、危機大河やってるかをやるっていう危機大河やってほしいっていうのが一番おもろくて。じゃあなんか食レポもちょっとあれしてきたんで、ちょっと聞きたいがコーナーみたいなのを入れてこれはどっちでしょうかっつって。そうですね。ちょっとこれライアットさんにちょっと一旦聞いてますね。一回投げてみる必要あります。ご検討のほどよろしくお願いします。面白そうではありますけどね。じゃあそろそろこのザ・XQQ& クローショーも終わりの時間が近づいてまいりました。何かお二人告知などあればここでお願いします。はい、そうですね。イベントの告知とかはないんですけれども、一応今配信と動画投稿の方は定期的にやらせていただいているので、もしね興味を持ったら配信でいろんなゲーム、バロラントに関わらずいろんなこととか普通の雑談とかね、お外歩いたりとかするのもやってるんで、ちょっと興味を持ったらね、配信とか動画とか
かに遊びに来ていただけたらなと思っております。難しい方の草冠の方の青汁で検索していただければ出ると思いますんで、よろしくお願いします。青汁でした。ありがとうございます。フリーダさんも。はい。僕からは2点ですかね。はい、青汁さんと同じく、僕個人も SNS を行っているので、はい、YouTube チャンネル、そして Twitch の方で、配信の方を行ってますので、はい、ぜひ、普段の配信、興味持っていただいた方は、はい、遊びに来ていただきたいなというところ。はい、あともう1個は、僕と雪代さんが所属している、アッシュウィンダーの方が、春先に高田馬場でネットカフェを、e スポーツアリーナみたいな感じで作る予定なので、オープン予定になるので、ちょっと皆様にこの動画をご覧いただいている頃にはもしかしたらスケジュールしっかりしたものが出してるかもしれないんですけども、ぜひ僕も店舗に遊びに行く予定なので、皆様遊びに来ていただければと思います。はい、ありがとうございます。ということで今回ザ XQQ& クローショーはフリーダさんと青汁さんにお越しいただきました。お二人ともありがとうございました。ありがとうございました。はい、それでは皆さんまた次回、僕じゃないかもしれませんけどもMC は、また次回お会いいたしましょう。さよなら。さよなら。